皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣韓国においてユン大統領に対する弾劾訴追案が可決されました。これに伴って韓国で再び強硬的な反日政権が生まれる可能性が非常に高くなったので、今回は弾劾訴追案の成立、その周辺事情について解説していきましょう。ユン大統領に対する弾劾訴追案が提出されたのは今回で2度目にあたります。最初の1回目においてはこれは否決されました。野党だけの賛成票だけでは訴追案が可決されることはなく、与党の側から何人かが最低でも8人は弾劾に賛成しなければなりませんでした。前回の採択においては、国会での投票時にそもそも与党側は議場からはみんなが去るといったような方針を示したため、1回目の採択においては採択されなかったのです。しかし、その後も大統領の談話などが発表されたのですが、大統領に対する国民からの支持率は復活することがなく、さらに支持率は低下しました。一番直近で行われた世論調査によれば、大統領に対する支持率は 11% まで低下。その前の段階においては 17% 程度から 20% 程度と、一応はもうちょっとマシな数値でしたから、一気に支持率が急落したことを示していました。そして弾劾訴追案について与党議員が一斉に議場から去ったことについても、なんで投票しないんだといった形での批判も多かったことから、今回の弾劾訴追案の投票時には与党議員も出席し投票を行ったのです。国会議員団の全体としての方針としては、この弾劾訴追案に対して与党は反対票を投じるといったことを一応は決めていました。しかし投票は匿名で行われるものですから、誰が賛成に投じたかは誰にもわからないことになっています。そのため投票が終わった後の集計では、必要の200票を超える204票が賛成という状況で弾劾訴追案が可決されたのです。これに伴ってユン大統領の大統領権限は多くが停止され、首相が大統領職代行という形となりました。この後ユン大統領は憲法裁判所の判断によってこの後大統領職を完全に失うかどうかが決定されます。憲法裁判所では6ヶ月以内に判決を出すということになっていて、前例が2例あります。その前例2例においてはおおよそ3ヶ月程度で判決が出ています。ですから今回の場合においてもおおよそ3月から4月までにぐらいには結論が出ていることでしょう。ちなみにユン大統領自身は自分がそもそも戒厳令を出したのは北朝鮮からの選挙に対する介入があったからであり、韓国の国政が歪められているといったことを理由として戒厳令は正しい行動であったし、今回の弾劾訴追案の可決についても決して自分から大統領職を辞めるといったことはしないという話をしています。このユン大統領の北朝鮮からの介入といった話については、韓国の YouTube 界においては非常に多く拡散されている話で、大統領を強く支持する人たちの間では、自分たちは正しいことをしているのに、韓国の国民の多くが正しい声を聞かずに大統領を排除しようとしているとして強い抵抗を示しています。これについては前回の戒厳令発布の時の解説動画でも言いましたが、その証拠をユン大統領は国民に提示しなければ現状を大きく打開することは難しいでしょう。少なくとも戒厳令の時にはその証拠を抑えようとしました。戒厳令が発令され軍が動員された時にその送り先は主には2つありました。まず第一に国会議事堂。ここでは国会議員の動きを封じるといったことが目的でした。もう一つ送り込んだのが選挙管理委員会です。ユン大統領は韓国の選挙管理委員会は非常にサイバー攻撃に弱い状態であり、北朝鮮からの介入があれば選挙結果は簡単に歪められてしまうものだという話をしています。さらに現在の最大野党である共に民主党のその議員の中枢においても北朝鮮の影響を強く受けており、重北勢力が今の韓国政界を無茶苦茶にしているといった批判を行っています。ただ選挙管理委員会に軍を送ったユン大統領だったわけですが、そもそも国会においては政治家たちの動きを抑えることもできず、戒厳令は解除され、それと同様に選挙管理に送られた兵士たちも戒厳令の解除に伴って引き上げていきました。これに伴ってユン大統領の言う北朝鮮の介入があって選挙結果が大きく歪められたという証拠については現在もなお示されてはいません。そして
ユン大統領の言う北朝鮮の介入について言っても、選挙管理委員会はそのような痕跡は現在のところ確認されていないと公式には発表しています。ユン大統領が簡単に介入され、データが改ざんされてしまうという話をしている件について言っても、サイバーセキュリティのレベルを下げた場合においてどのようなことが起こるか、その模擬テストを情報として提供しちゃうのをユン大統領が勘違いしているのではないかという具合にして反論を行っています。このように選挙管理員の方が反論をすると、それが正しいかどうかについては、当然のように日本から見ている場合においては、どっちが正しいかは判別のしようがありません。また、選挙結果をいじったという件について言っても、そもそも韓国における選挙は電子投票 100% といったようなものではありませんから、データ上においていじったものがあったとしても、それによって選挙全体をいじくり回して結果を大きく変更するといったことは難しいでしょう。そもそも票を積み重ねていったその過程においては人間が関わっており、その途中で全部が全部改ざんするといったことは現実的にはチェックの段階でおかしいと気づいていたはずです。また、選挙という面においても少なくともユン大統領のその大統領の下における行政で行われた選挙なわけですから、選挙に問題があったという話はユン大統領の政府や行政そのものに問題があったという話にもなり、ちょっとおかしな方向へと話が進んでしまいます。例えば選挙そのものに介入があっておかしいのだというのであれば、ユン大統領自身が大統領に当選したその選挙自体も本当に韓国の国民の投票結果として正しかったのかと、そのぐらいまで前まで話は戻ってしまいます。そのため現在の韓国においては YouTube 上においては不正選挙だという人たちがいる一方において、大方の人たちがそういった可能性もあるけれども、果たして本当かなというふうに疑問に思って多いの人たちが大統領に対する弾劾におおむね賛同する、そうした雰囲気になっています。さて、それでは大統領の弾劾が決まるかどうかについてなのですが、憲法裁判所のメンバーはユン大統領自身も任命した人がいるため、この弾劾を正しいと認定するかどうかについては分かりません。これも結果を見てみなければ分からないわけですが、たとえ否決されたとしてもユン大統領の求心力は大きく失われています。そして弾劾が認められ、大統領職を失った場合においては、次の大統領選挙が実施されることとなります。この場合だと有力候補者として名前が挙がるのが、現在の最大野党共に民主党のイ・ジェミョン氏です。他にも何人か有力者いるらしいのですが、今のところ知名度という点においてはイ・ジェミョン氏を上回る可能性のある人はちょっと見当たらないというような状況だそうです。そしてこのイ・ジェミョン氏はムン・ジェイン大統領をも上回る反日政治家だと言われていますから、このままであれば、再び反日政権が現れるだろうというのが今のところの見方です。ただし、イ・ジェミョン氏が大統領になる可能性というのは、先ほども言ったような憲法裁判所の判断が3ヶ月程度で出た場合ならということです。イ・ジェミョン氏は何件も犯罪疑惑がかけられていて、つい最近でも裁判の一審で有罪判決を受けており、これが上級審へと進んでいて、最終的に刑が確定すれば大統領選挙には出られなくなります。おおよそそれが5月ぐらいまでには最終決定がされるだろうと言われているので、ユン大統領が辞めないといけない状況になった時に、イ・ジェミョン氏が有罪判決を受ける前か後かで、また次の大統領が誰になるかも変わってくるというような状況です。それだけに与党側としてはもうちょっと先延ばしにして、イ・ジェミョン氏がなんとか有罪判決確定するまで粘るというような予想もあったわけなので、韓国のこの政界の混乱ぶりといったものは非常に激しいものがあります。ちなみに韓国の大統領が誰になったって結局のところ反日でしょというふうに思われるかもしれませんが、ここで問題となるのはどっちかというと、私は日本の総理大臣だと思います。例えばムン・ジェイン大統領の時は日本の総理大臣は安倍総理でした。安倍総理は韓国側の反日強硬策に対してはどちらかというとしっかりと対応していた方の総理ですから、韓国がまたバカなことやっているなと、結構落ち着いて見ることができたわけです。ところがそのムン・ジェイン政権の時に、安倍総理じゃなくて今が石破総理だったらいいのになという待望論が持ち上がっていたのが今の石破総理です。韓国側にしてみれば、石破総理大臣の韓国歴史観といったものは韓国側にとって
都合のいいといったところを韓国側で評価されており、この後韓国側で反日政権が生まれた際に、今の石破総理大臣が続いていれば、韓国にとって都合の良い日本の政治姿勢といったものを示す可能性があるわけです。与党内野党の立場、1回の国会議員であった時の石破氏は、安倍総理に対する批判的な言葉の一つとして、安倍総理の韓国外交に対しても批判していました。ですから、韓国の大統領が誰になるかといったものと同時に、日本の総理大臣が誰であるかといったことも、日韓関係を決める重要な要素なのです。韓国側で強硬的な反日政権が生まれれば、少なくとも中国やロシアにとっては日韓関係がギクシャクしている方がつけ込みやすいですし、また日本に対してだけの強硬策ではなく、北朝鮮からの影響を強く受ける政権の場合であれば、アメリカに対してももう駐留米軍やめてくれというような話をし始めるかもしれません。その場合だと日本周辺の安全環境はさらに深刻なものとなりますから、ますます国内の政策に割り当てるお金を削ってでも安全保障体制を強化しなければならないという状況になります。韓国の政治状況を見て疲れたという人はもうどうなってもいいやということをよく書きがちなわけですが、物理的な問題として韓国が隣であるといったことは変わりようがないので、韓国の政治状況については継続的に見ておく必要があります。というわけで今回の動画はここまで。ユン大統領に対する弾劾訴追案が可決されました。これに伴って再び韓国において強硬的な反日政権が生まれる可能性はかなり高くなっています。しかも日本の政権はかつては与党内野党として石破総理の対韓国外交を批判していた石破総理大臣です。以前よりも今の方が問題が大きくなりやすい状況であることは忘れてはいけないでしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。